はい、こんにちは。柴崎ですよ。ねえ、お元気ですか？そう、よかったね。柴崎も今日もね、元気に絵を描いてます。いつもね、もう柴崎の動画を見てね、いいねとね、コメントたくさん寄せてくれて、本当にありがとう。もう柴崎もすごくやる気になります。チャンネル登録もね、よろしくお願いしますね。さて、今回はね、水彩で、生物画を描いてみたいと思います。どうしても柴崎はね、風景画が多くなっちゃうんだけども、久々に生物画。でも生物画といっても、ただの生物画じゃなくてね、ちょっと変わったモチーフでいってみますよ。さあ、何をどんな手順で描くのかね。では、じっくり見てくださいね。また描き終わったらお会いしましょう。はい。では、ね、早速やってみましょうね。今日描くね、このね、生物画、モチーフは、これね、牛の頭蓋骨ですね。いわゆる牛骨です。これをね、今日はわっと大きく塗るんじゃなくて、少しずつね、こう微妙な色の変化をね、楽しみながら描いてみたいと思います。もういつも柴崎言う通りね、この水彩画っていうのはこの水の効果というのがね、大事であり、またとっても楽しいんですね。だからこの水がね、一人でに少しずつ色の変化を微妙にね、混ぜながら作ってくれるという効果をね、生かしてみるという描き方です。さあ、話してるうちにだんだんね、絵が進んできたでしょ？ほら、こうやって、ね、ゆっくりゆっくりでいいんですよね。そうすると、さっき塗った色の隣に次の色を置くとね、それがお隣同士でね、微妙に溶け合ってね、すごく本当に水彩ならではのね、画面の上での美しい混色ができてくるんですね。もちろんこの水彩で大事なことは、紙の明るい地の部分で、それが、より綺麗に見えるためには、今目のところに塗ってるでしょ？こんな暗い色が大事なんですね。はい。さあ、暗いところね、色足してますよ。この明るい暗いっていうのは、この紙の字が美しく見えると同時に、今、柴崎牛骨描いてるんですけども、こういう生物のね、立体感ですね。これを表現するのに、この暗い色というのは欠かせないんですね。こうやって側面、このくらい暗くです。どうでしょうか。だんだん見えてきたでしょう。多分、ね、絵を勉強したことのあるあなたは、ことによるとこの牛骨を描いたことがあるかもわかんないけども、多分、ほとんどの方ですね。ほとんどのあなたは、ね、こんなね、描くの見るの初めてかなと思います。ね、絵の勉強って面白いでしょ？こんないろいろなモチーフ描くんですね。こうやって描くことでね、力をつけていくと、もう、普通のね、リンゴとかですね、お花とか、そういう生物のね、描く、そういう力量の養成にもね、すごく役立つんですよ。あなたって見ても分かる通り、色が少しずつ変化して、そしてそこには明るい色、そしてドンと暗い色。もう本当にこの生物画を描く上で欠かせない、色の要素が、この牛骨はね、揃ってるんですね。一般的にこの絵のお勉強っていうのは、そうですね、鉛筆や木炭を使っての石膏デッサンっていうのが多いんですけども、でも石膏デッサンだとね、白や黒の世界ですから、この牛骨はね、さらにそこに色が乗っかりますからね、いいんですよ。さあ、今、お花を描き始めました。ね、今回はこの牛骨が中心の生物画ですので、お花はね、ささやかに描いていきますよ。このくらいですね。生物画描くときにね、大事なのは、今この牛骨とお花なんですけども、
この異なった要素をですね、一つの画面の上に置いて描くときに、いかにこれ、一枚の絵としてね、一体感を持たせるかというのがポイントの一つなんですね。だから、今だんだん出来上がってきますからね、そういうところも楽しみに見てくださいね。さあ、色が重なってきました。ね、今、鼻からこの歯のあたりですね。はい。ね、改めてなんて言うんだろうな。ものの造形というのは、牛さん、普段ね、牧場で草なんか食べてる姿から想像できないですよね。本当はこの牛の頭骨ってのはこんな形してるんだとかね。とても興味深いですよ。これをまた絵にしてみるととても面白いんですね。はい。では床を塗ってきました。さっき言った通り、いかにこのね、周囲のものを縫い進めていく。その時に一体感を持たせるってのが大事なんですね。ちょっと引っかいて、質感を作ってますよ。引っかいた上にまた色を足すとね、それが線になるんですね。あとは生物画ってのはね、床の上にしっかり置いたっていう感じが大事です。そのためには、このような影ですね。はい。影をしっかり描くと、そのモチーフの重さ、そして存在感、美しさっていうのがいっぺんに強調されて出てきます。こんな感じだよね。床にドーンと置いた感じに見えてきたでしょう。そうなんですよ。さあ、お花も描いてきましたよ。ですね。そしてこっちに伸びた。こんな感じだよね。お花の動きですね。これはクッククッと曲がったような線で描いていきます。はい。ね、ずっと趣が豊かになったでしょう。そうなんですよ。ね、水彩は細い線で描いてあげる部分必要ですね。さあ、もう完成間近ですよ。お花の中にちょっとおしべめしべを描き足して、からあと牛骨の骨の合わせ目というかな、割れ目というかな、そういうところですね。細部の特徴を少し書き込んでいきます。どうでしょうか。水彩の色の重ね塗りの美しさ、溶け合いの美しさ。でも最後にこうやってちょっと細かいところを手に入れて、絵に充実感ですね。はい。この目の中もね、細かく見ると本当に面白いんですよ。大きくかけてから細かいところです。ねえ、ものって本当に実際に観察すると、もうなんか興味尽きないですね。はい。では、ちょっと全体に調子を整えてですね、こんな感じでしょうか。はい。最後にちょっと絵の具を飛ばして遊んでおきますね。どう骨の割れ目具合とか感じ、見えたかな？はい。さあ、では、サインを入れますね。はい。今日は生物画で牛骨を描きましたよ。よいしょっと。はい。出来上がりですよ。はい。ありがとうね。はい。ねえ。描き上がりました。牛骨ですね。こういうモチーフはね、もう柴崎も若い頃、絵の基礎を勉強するときにね、とても馴染み深いモチーフなんですけどね。面白かったかな？この作品は、今柴崎がね、行っている大阪心斎橋のギャラリー佐々木さんでね、展示してあります。会いに来てください。ちょっと暑いですけどね。涼みにも来てください。ね、とても素敵な画廊ですよ。それと、柴崎は、
アートクレヨンのね、教室を開催してます。東京のね、日本橋にあるペンデルさん本社にそのお教室があるんですけどね。ただしね、ちょっと人数のね、制限があるので、詳しくはね、この動画の概要欄からね、ちょっと覗いて確認してみてくださいね。ぜひお会いしましょう。ということで、ね、暑いさなか、お互いに熱中症、それからコロナもね、ちょっと流行ってきたようですから、気をつけて過ごしましょうね。はい、どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン、シバーツメンバー募集中だよ。シバーツなら YouTube では話せない柴崎の特別なライブ配信を月1でお届け。さらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができる。もちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています。柴崎がリアルタイムで、水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座。メンバーになると割引価格で受講いただけます。毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵描きの会。出来上がった作品は柴崎がオンラインで公表いたします。メンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会。毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいます。さらに柴アツメンバーなら柴崎に直接質問のし放題。オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけます。そんな柴アツのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催。たくさんのお客様にご来場いただき、素晴らしいイベントになりました。さあ、いかがでしたか？会社や学校、地元の人間関係とは異なるアートが大好き、描くことが大好き、そんな仲間が笑顔で集う場所。それがシバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。待ってます。